こんにちは、あきひこです。久しぶりの購入本紹介動画です。ここ数ヶ月、毎週の Vlog を投稿するので精一杯な感じで、購入本の紹介動画を作る余裕がなかったんですよね。で、あと、シンプルに積んどくが多すぎて買うのを控えていたっていうのもあります。なので1月2月は多分最近読んでる機関日記と庭の話か、あとサリンジャーの3冊ぐらいですね、多分買ったのでした。で、久しぶりに3月に入って、こちらの4冊購入したっていう流れです。で、なので順番に紹介していきたいと思います。1冊目がモーパスさんの脂肪の塊ロンドリ姉妹です。こちらは荒川洋二さんの夢中の読書で脂肪の塊が紹介されていて気になった本です。で、物語を簡単に紹介すると、プロイセン軍を避けて町を出た馬車で脂肪の塊という愛称の娼婦と乗り合わせたブルジョワ、貴族、修道女たち、人間の持つ醜いエゴイズム、公職さを痛烈に描いた脂肪の塊と、イタリア旅行で出会った娘とその思い出を綴ったロンドリ姉妹など、バラエティに富む中短編全10作を収録ということです。で、この夢中の読書では、この脂肪の塊について、人間の卑劣さ、醜悪さ、心優しい一人の女性への重圧、作品に込められた人間的な主張は明確に伝わる、とてもはっきりした小説だっていう表現をしていました。で、これ読んだ時にこの人間の醜さやエゴっていうのに惹かれて、そのあたりを知りたい、読みたいってなって、購入しました。なので、もしかしたら最近こういう気分だったのも関係して、手に取ったっていう次第です。はい、とても読むの楽しみな一冊です。で、2冊目が、こちらですね。西村亮さんの孤独への道は愛で敷き詰められているです。で、また西村さんの作品です。少し前に読んだ自分以外全員他人が面白かったので買いました。では、あらすじを簡単に紹介していきます。アラフォーの柳田の前に現れた3人の女との出会いと別れ、愛を求め、また与えようとしてかえって孤独へと突き進んでしまう魂の悲哀を描く。2年半付き合った方とはどうして別れたんですか？結婚は考えなかったんですか？青春なんて私にはなかった。人が当たり前にできることが何一つできなくて、いくつもの後悔を重ねるだけだった。ずっと何かに抑え込まれているみたいに、人の目ばかりを気にして生きていた。そんな自分を解放してくれたのが優子さんだった。こわばった心をほぐしてくれ、自分に生きる楽しさを教えてくれた唯一の人。そんな大切な人を自分は手放した。ということで、この柳田なんですけどは、自分以外全員他人の主人公です。で、その作品にも優子さんの話が少し出てきていたのを覚えてます。そうですね、自分以外全員他人の時系列的には前になるのかなっていう感じがしています。とにかく前の作品も結構好みだったので、この作品も読むのが楽しみです。で、3冊目が又吉直樹さんの生きとるわです。こちらは文学界でもともと連載されていて、連載時から読んでいた作品です。で、そうですね、あの時の文学界の連載って結構良かったんですよね。同時期に連載されていたのが金原ひとみさんの藪の中、あと綿谷りささんの激高短命歌。こちら本になった時は激しくきらめく短い命かなっ
っていうタイトルになってましたね。なのでこの作品、3つの作品ですね、毎回読むのをめちゃめちゃ楽しみにしてたのを覚えてます。で、キトルワに関しては、連載読んでる時からまた本になってまとまった時に改めて読み直してみたいなっていうふうに思っていたので、こうして買った次第です。ではこちらもあらすじを簡単に紹介していきます。公認会計士として傍目には順調な生活を送っている岡田。しかし高校時代の仲間だった横井に500万を貸したことからその人生は狂い始める。横井は他の仲間たちからも借金を重ねた挙句姿をくらましていた。阪神タイガースのセリーグ優勝が決まった夜、岡田は大阪道頓堀で偶然横井と再会する。貸した金を取り戻そうとする岡田は逆にさらなるドツボにはまっていく。人間の闇と笑いを両立させた奇跡的作品ということで、そうですよね、横井が口だけで生きているようななんか適当な人間で連載時読んでいてとにかく腹立つキャラクターだったのを思い出しました。で、連載の時から内容ってどうなんですかね、多少解説されたりするもんなんですかね。わかんないんですけど、そのあたりも読みながら楽しめたらなと思ってます。4冊目が鳥山誠さんの時の家です。こちらは第174回芥川賞受賞作です。で、今回ダブル受賞だったんですが、あらすじを読んでみて、時の家の方が自分の好みだったので購入しました。ではあらすじを読んでみます。青年は描くその家の床を、柱を、天井を、タイルを、壁を、そこに刻まれた記憶を。目を凝らせば無数の細部が浮かび、手をかざせば塗り重ねられた厚みが胸をつく。幾層にも重なる存在の名残を楽しむように編み上げた深淵による飛躍作ということで、鳥山誠さんは建築士であり小説家でもあるっていうことで、建築士っていうバックグラウンドと、視点が生かされた作品なので、そういった点も楽しめる気がしています。で、あと文藝春秋の YouTube に公開されていた鳥山さんの受賞インタビューも見たんですけど、そこでは現役の建築士として仕事をしながら小説を書いていることなども語られていて、結構面白かったのでそちらもおすすめです。ということで3月はこちらの4冊を購入しました。この1月と2月でそこそこ積んどくを消化できたので、また4月も数冊購入して紹介していこうかなと思ってます。で、あと最近はそうですね、もう少しコンスタントに読書感想も書いていけたらなと思ってるので、小説の読み方をもう少し工夫しないといけないなっていうふうに思ってます。とにかく引き続き読書を楽しんでいくので、これからもよろしくお願いします。以上、3月の購入本の紹介でした。